ハロー皆さん、ジョイラブジョイです。今回の With Love and Joy エピソード22のゲストさんははい、桃太郎映像出版で広報兼監督兼営業をしている鈴木リズです。リズさん、はじめまして。今ワゴンからインタビューしてます。やばい、ごめんなさい。オッケー、リズさんごめんなさい、いろんなハプニングが。ハプニングね、ハプニングはゴーゴーな作品なんで。確かに全部ハプニング撮ってくれる。そうこの番組では初めて女監督のインタビューになります。ありがとうございます。嬉しい。あのことこんなこといろんなことについて聞きますのでお願いします。はい、では監督になった前の仕事について聞きたいと思います。何しましたか？直前、そのすぐ前は IT の総務やってました。監督と全然違う。全然違う。でもその前撮影っぽいの仕事とかやったこと全然なんのないプリクラ撮るぐらいですよ。本当に撮るなんて言ったらやばい。だって携帯で動画も全然撮ったことなかったし、本本当に何もない。本当にだからプリクラ撮るぐらい。その前の会社から監督になったのきっかけは、そもそもこの会社に入るのは、エロい仕事がしたいと思って、いろんなこう選択肢があるじゃない、世の中のエロい仕事って。でもその中で定年まで働けて、かつエロい仕事ってなんだろうみたいな考えた時に、たまたまの広報っていう仕事なんだろうと思って話に聞きに来たの、私の先輩に。そしたら入社しなよみたいな話になって、今の桃太郎映像出版に入ることになった後に、いろんな企画会議とかあって監督やってみないみたいな。わお。監督になりたいと思ってここに今いるわけではないんですよ。ただちょっぴりエロの仕事。そう人の性に携わる仕事をしたいなみたいな。わあ、なんでそういう思ってた？なんかずっとエロについてなんか興味あった？若い頃からあったけど、でも忘れてて何？それをだからそういうちょっと真面目な仕事をしたんだけど、やっぱ合わないなと思って、私にはと思った時に思い出して、エロい仕事したかったんだみたいな。でなんかエロい仕事っていろいろ調べた時にその広報みたいな言葉が出てきて、広報ってなんだろうみたいな。確かに私もいまいちわからないみたいな。で話聞きに行って、まあその流れになったみたいな。あんまり興味なかった。それも選択肢として一つあったんですけど、でもやっぱずっと売れ続けるって大変だなみたいな。本当にです。しかも体力が今携わってわかるその女優さんのやっぱ体力のレベルが全然違うの。やっぱただカメラの前でエッチなことしてればいいってだけじゃないんですよ。本当にこれ見えない向こう側ではものすごい努力をされてるし、自分のね売りとかここがいいんだろうっていうのもちゃんと覚えなきゃいけないし、大変だなと思う。私にやっぱなってても無理だったなと思う。よかった、こっち側で。監督として愛されてるから。でもそういう女優さんを支える仕事ができてすごくもうありがたいなって思ってますよ。私もありがたい。リズさんと撮影できて。ね、今回一緒にこのワゴンの旅にね、まさに今やってる最中にちょっとこんな風に今日撮影日ですよ。そう YouTube も撮らせてもらってありがたい限りですよ。いやこちらこそありがとうございます。初めて監督として撮影した時にどんな撮影でしたか？緊張しましたか？まず最初に撮ったのっていうか、現場に入ったのはもちろんこれじゃないので AD 的に入った現場があって、確かぶっかけだった気がする。初めての現場は。そうだからもうたくさんの男の人がいて、いっぱいがあるのをこう一生懸命拭いてみたいな仕事だからすごいハードな仕事だなって思った。みんながその部門のそのパートのスペシャリストだから、カメラマンはカメラがスペシャルだし、プロデューサーはプロデュース力がスペシャリストだし、私今までなんかこう一人の人がそれぞれのパートをまあそれぞれ代替できるみたいな仕事しかついたことなかったから、その仕事だけすごい突出してできる人が集まって一つのものができるっていう、その作業が単純に面白いなって初めての現場で知って、でもうさらに好きになったって感じ。でもよかった。でもちょっとぶっかけの掃除が大変だった。そんなの知らないから普通に一丁羅みたいのでない拭いてて、ああ大変だなみたいな。でも楽しかった。よかった。だって普通じゃできないから。でもぶっかけぶっかけしました？花フックの作品で花がこうなってぶっかけ12おーすごい。あれ私お願いしてたコスモスさん、私ごっくんフェッチだって、飲みたい。それはぶっかけじゃなくて全部ここに。そうす
つ？そう、いろんな人。でもお腹壊した。そうなんだ。飲むべきじゃないものから。健康に良さそう。あれ肌に良いらしいから。あ、いいじゃん。ぶっかけで。オッケー。だからこんなツルツルやん。毎日してない。起きて。そう。してない。そう、AD さんから、やっと自分はメインの監督になった撮影はどうでしたか？もう AD やってたから。いや、でもそれはね、すごい短かった。AD の期間みたいなのが。で、突然始まった話で、このワゴンが。あ、本当？高瀬杏さんっていう女優さんがいて、実はもう4月に引退しちゃうんですけど、その彼女の素を見せるためにどんな作品がいいかっていうのを会社で話し合った時に、この車の中っていう、閉ざされた場所で女の子2人だけだったら素が出るんじゃないみたいなっていうので始まった企画で、それが女優さんを変えても継続してっていう感じだったんで、監督デビューさせようとして私がそもそも現場に入ってたわけじゃないから、本当に突然始まった感じで、もう何もわからないまま今もそうだけどカメラなんかもう全然本当にまともに扱えないし、本当に私技術なんか全然なくてじゃあ編集も自分でしないタイプ？そう、もうお任せしてる。そうだから現場に行って楽しいことをただしてるだけででもなんか女の子の監督いると私、個人的にテンションすごい上がる。嬉しい。なんか男のみの現場で女一人でちょっとなんか女の雰囲気もちょっと入れて、やっぱ男の人だとちょっと壁があるというか、女が大好きかな。男よりかそれ単純に男は私も女の子大好き。このワゴンのシリーズ結構人気で、ありがとうございます。監督としてこのシリーズの魅力さとか何だと思う？さっき言ったみたいにやっぱり女の子だけのこの閉ざされた空間だからこそ見せる女優さんの素みたいな。女優さんって本当にみんないい人なんですよ、みんな。あれ女優やったことない。でしょ？頑張り屋さんだし勉強家だし、とにかくそれをもっとこうドラマものとかも素敵なんだけど、それを頑張ってる姿を見せたいみたいな。みんな明るくていい人だから、その明るさとかがみんな見れる、一般の人が見れるのがワゴンなんじゃないかなと思っているので、やっと乗れたナイスジャパニーズボーイズを捕まえるよ。そうだよ。本当に刀の会話のシーンとかも全部収録されてるからだからもうハプニングあごうごなんですよ。ハプニングありきみたいな、すごいライトなノリで見てほしい。エロいもの見るぞってこうティッシュとか用意しておもちゃとか用意してっていうのもいいんだけど、それよりももっとテレビ番組とか YouTube 見るぐらいのノリでちょっと暇だから見ようって言って楽しい気持ちになれるみたいな。でも確か普通の私出た V と全然違う。その雰囲気で見れる。楽しくエロ、楽しくエッチのこと見る。そうなんですよ。だからもういろんな普段見ない人にも見てもらえるといいなと思って作ってる。ぜひ見てほしい。見てください。これ私からの質問じゃなくてファンからいただいたの質問けど聞きたいけど、監督としてね撮影するときに興奮したことあります？ありますよ。本当？わお。普段はあんまりしないというか、やっぱ撮る方に夢中だからなんだけど、テクニックがあるっていうか女優さんがすごい乱れるチャプターがあって、これはどんなもんなんだろうこんなに女優さんをアヒアヒさせるなんてすごいなみたいな人がいたんですよ。もうそんなのはね、タイミングさえ合えばちょっと撮影の後ぜひいただければな。やば。じゃあやっぱり監督も興奮する。でも私その仕事興奮しないといけない。いい作品になれないけど監督も興奮するとこ最高。でもしてる方がいいもん撮れるんじゃない？楽しく自分が興奮できるぐらいの方がやっぱいいんじゃないかなって思う。それ下に入れたいぐらい。名言ちょっと今繰り返してT シャツで作る。でリズさんってさ、なんか撮ってるだけじゃなくて本とかも書いたり。そうなんですよ。なんで雰囲気なんか教師がそんなことを存じ上げていらっしゃる。読みたいけど振り仮名付きで。振り仮名つけます。練習になります。広報兼監督兼営業なんで、普段は営業が多くて私でお店とかいろんなこう法人さんとか回ってて、で合間で広報としてこういう YouTube だったりとかテレビとか出させてもらったり、本書いたりコラム書いたりしてて、その合間にって言ったらあれだけどこう
も撮ってるみたいな感じなんで、まあ、全部が私のお仕事トータルでって色が好きなんで私も色が好きだから楽しいです。楽しい。どんな性癖？ M ですね。まずは M。 Really？見た目なんかド S の先生エロ漫画登場した。でもド M です。わお、ムチとかろうそくとか金箔とか好き。わお、そういうショーとかしてました見たいめちゃくちゃ見たい。そうなんですよ。新宿2丁目の SM バーで働いてて、その時とかショーとかしてたんで、今はねなかなか忙しいから見たい。リズ監督に縛れて動くない。そう機会があればぜひ。今車の中じゃないですか。でこの前一緒にした話についてもう一回聞きたい。私も知ってるけどどうしても視聴者に伝えたい。タクシーの中に人があれね、もう印象的なあれそもそも私がほらが好きだって言うからその話からどんどん広がってどこでやったのみたいなで私もどこでやったのって言ってタクシーでやったタクシー運転手とですかって聞いて後ろで運転手はもうそこにいてでこことここに男の子いて友達使ってねで私ここに真ん中にいるで男の子おもちゃ出すみたいなの設定なんで持ってるそうなんだよね。よくそうなんかでいきなりとか出るでどこからバッグないって思うじゃん。でも現実世界にあるわけですよ。急におもちゃが出ることがリズさんの世界だけですよ。確かにそう言われればね、どこから出てきたんだろうね。線つながってる電話とか出てどこで差しだったかトゥットゥトゥみたいなすごい。でもそうなんだろう、その時持ってたのはブだわ。ブと持ってたのでこっち側の男の子に渡してブ出した子はブでみたいな、こっち側ね渡された人はブでみたいなちょっとこれ以上恥ずかしいんでちょっとごめんごめん何でもいいね続けますね。業界に入りたい方、特に監督になりたい方になんかアドバイスとかなんかあります？すごい大変な仕事ですよ、この業界に入ること自体が。メーカーはいっぱいあるけど、正直お給料がいいかって言ったら悩むところだし、で重労働だし、休みも不定期だしとかって考えるとそういう意味ではすごく大変だけど、でも他でできない経験ができるとかこんなね美人さんいつも会えるっていうすごい楽しさがねあるから。あとはやっぱり監督になるって、監督って多分その日その世界を指揮する人だから、ちゃんと自分のやりたいこととか映像化したいことこういう風に見せたいみたいなものをちゃんとこう言語化できるというか、言える人じゃないとダメだと思う。大切なのはやりたいけどでも言えないっていう人はもう監督向いてないんじゃないかなと思うんで、指示を出すね。そう的確な指示を出すとかっていうのは意識した方がいいんじゃないかなっていう偉そうに言ってます。でも本当にその魅力もある中全部ちょっと嘘っぽく演技っぽすぎてなものじゃない。ここやりママが本当に全部ハプニングも撮るから私照れちゃうよ。ほとんど演出とか本当はないんで、だから監督っちゃ監督というのはちょっと違う気がするんだけどね。最後の質問ですね。海外だとモザイクはない、もう丸見え。そうね。けど日本はないと売れないけど、モザイクについてはどうと思います？私個人的にはそもそもほら日本でもアダルトビデオって18歳以上しか見ちゃいけないことになってるから大人しか見れないってことになってるし、その売ってる場所もほらカーテンが仕切られててちっちゃい子は見れないようになってるじゃん。で大体ほらそういう大人ってもう大体私生活で見てるじゃないモザイクのないリアルな世界を。だからなくてもいいんじゃないかなっていうのはずっと思ってる。でも同じ意見。子供が見れなければいいんじゃない？でもネット時代でもう簡単に見れる。そっちの方が問題あるかなって思う。違法アップロードとかってあんまり女優さんの名前も出てなかったりする。勝手にエロいのが出てきて 2,3 分ぐらい流れて終わるみたいな。だとその女優さんが例えば素敵だなと思っても追っかけられないからファンにもなれないみたいな。でもちゃんと DVD とか買えばもちろん女優さんの名前書いてあるし、好きだったらその子の他の作品も見てファンになってこの業界を支えることだってできるわけだし、そういうのがもう一切できなくなっちゃうじゃん、違法アップロードって。だからそこも違うなとは思うし、っていう感じですよ。です。順も同じですよ。同じ
海賊版やめてください。そうです。もう買いましょう。もうナイス特典つけましたよ。そう特典ねいっぱい今日取ったんで、なのでぜひワゴンにしてください。ラブジョイ版だけじゃないよ。ぜひぜひ買ってください。かわいい。ニスなんかやってます？やってますよ。多分ツイッターもやってるし、インスタもちょっと実はねプライベートアカウントだったんですけど、鈴木リズって調べてもらえればいろいろ出てくると思うんで、まずはこの2人のワゴン。イエス。5月に出る予定なので買ってほしいっていうのと、あと本もちょっとあったりするんでちょっと読んでみてください。興味あれば概要欄とかね、ここにツイッターとか載せとくんでお願いします。お願いします。それでは皆さん、この美人リズさん監督のインタビューはいかがでしたか？そうなの？はい、聞こえません。聞こえないんかい。それではぜひリズさんをフォローしてあげてください。フォローしてあげてください。もう見してるかな。ありがとうございます。バイバイ。